こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りしております。今回はですね、外国人関連についてご紹介をしていきたいと思います。最近、訪日外国人、就労外国人が増加の一途をたどっています。特に就労外国人に関してはどんどん増えているという状況の中で、その就労外国人を後押しをしているのが特定技能制度になってくるかと思います。この特定技能外国人雇用をする上でお世話になるのが登録支援機関かと思います。すべての会社が登録支援機関を利用しているわけではないかと思いますが、この登録支援機関が特定技能外国人を雇用するにあたっては重要な機関の一つかと思います。この登録支援機関ですけれど、許可が必要となっておりますが、この許可要件について今後厳格化が見込まれております。また、登録支援機関許可を取った後の運営に対しても厳格化が予想されますので、その内容について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは特定技能外国人の人数等について見ていきたいと思います。その上で特定技能外国人を雇用する上でお世話になるのが登録支援機関かと思いますが、この登録支援機関の概要について見ていく。そしてこの登録支援機関、許可の要件、運用上の注意点に関して2026年、2027年の法改正が影響してきますので、その改正内容についてご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは特定技能外国人の人数ですけれど、2019年在留資格特定技能制度というのがスタートをして、その直後にですね、コロナウイルスの流行が始まった関係で一時ストップしておりましたが、その後、特定技能外国人は順調に増えてきているという状況です。特定技能外国人制度については、詳細は別の動画でご覧いただければと思いますけれど、今現状は33万6千人という状況。そして特定技能2号の外国人もどんどん1号から移行をしてきておりまして、今は1300人、1400人という人数に増えてきているという状況になっております。そしてですね、やはり特定技能外国人の中で一番多いのが飲食料品製造業が一番多くてですね、その他に関しては建設、工業分野と、また介護に関しても特定技能外国人というのがニーズが高いという状況。また国籍別で見ていきますと、44% を占めるのがベトナム、そしてその次がインドネシア、そして最近急激に増えてきているのがミャンマーという状況になっておりますが、こういった状況で東南アジア各国から特定技能外国人として日本で就労している方が今は33万人という状況になっております。そして、特定技能外国人を雇用する上でお世話になるのが登録支援機関かと思います。この登録支援機関、自社での支援をする場合は必要ありませんけれど、外部に委託する場合はどこでも委託ができるというわけではなく、国の許可を得た機関でなければいけない。それが登録支援機関というものですが、今現状は1万件を超えているという状況で、その半分を占めるのが会社、株式会社、合同会社と、またその次に多いのが中小企業の協同組合、いわゆる技能実習をやっている管理団体さんになる形になりますけれど、管理団体、今現状はですね、一般と特定を合わせて約3600ほどあって、登録支援機関登録をしているのが2600程度という形になりますので、7割ぐらいがですね、大体、管理団体と登録支援機関を兼ねているという状況になっております。この登録支援機関につきましては、受け入れ機関、いわゆる特定技能所属機関との支援委託契約を結んでいただいて、1号特定技能外国人の支援を一部または全部行っていくということになっております。そして登録支援機関を利用しようがしまいが、
特定技能1号の外国人が、円滑、そして安定的に活動を行うように支援をするということで、支援の内容については職業生活上、日常生活上、社会生活上、それぞれにわたって支援を行っていかなければいけないということになっております。では、この登録支援機関、許可を取ろうとした時の要件ですけれど、一部になりますけれど、登録支援機関の登録要件ですが、こちらが2027年から変わってくるということになっております。今現状はですね、支援責任者、そして支援担当者ですけれど、こちらはですね、所属が必要ですけれど、非常勤でも OK ということになっておりますが、改正によって支援責任者は、もちろん所属は必要ですが、かつ常勤であることというのが求められてくる。また、支援責任者と支援担当者、兼務はできますけれど、支援担当者1人当たり特定技能外国人は支援が50人までというルールが課されるという形になっており、また、支援担当者1人当たり所属期間は10以下という形になっております。そしてですね、支援担当者、所属はもちろん必要ですが、こちらも常勤が必要という形になりますので、今後ですね、常勤制が求められてくるので、注意が必要です。このあたりの人数部分の要件、ここがかなり厳格化されますので、注意が必要。また、その他にですね、登録支援機関の登録要件としては、外国人の受け入れ実績ですとか、相談事業の経験があることということで、いろはにと要件がいくつかあり、この中のいずれかを満たすことということになっておりますが、このロに関しての2年以内に外国人に関する相談業務に従事、こちらは業として行う、いわゆる報酬をもらうということですけれど、こちら少しハードルが高いので、多くの会社では、もしくははで申請をしているのではないでしょうか。こちらに関してはですね、法改正によって改正はありませんけれど、この要件を満たすこと、そして支援責任者、そして支援担当者要件を満たすことで、その他の要件を満たした上で登録支援機関としての登録がされるという形になりますので、今後ですね、注意が必要かと思います。そして、また、運営に対してですけれど、こちらは登録支援機関そのものの関連法改正というわけではないんですが、2026年に行政書士法が改正になりまして、これに伴いまして登録支援機関の業務の運営にあたっても注意が必要ということで、もちろんですね、入管法に抵触しないことはもちろんなんですけれど、その後はですね、行政書士法にも抵触しないように注意をしなければいけないということになります。今現状ですね、登録支援機関の職員が報酬を受け取って入管提出書類を作成すればもちろん違法という形になるんですが、こちら今現状少しグレーゾーン的な扱いになっているかと思います。いわゆる各種費用に混ぜて報酬請求をしているかと思います。そもそも行政書士法の第1条の2に関して、現行法においては行政書士は他人の依頼を受けて報酬を得て、交換庁に提出書類を作成をすることを業とするとなっているんですが、こちら2026年1月1日法改正があります。そしてですね、この条文に関して他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得てというのが追加をされることになりまして、ここの部分、厳格に運用されてくると、今現状、入管等に提出書類作成をして、そのまま入管に提出をすると、行政書士法違反になる可能性があるということなので、そのあたりは注意が必要。ではですね、どういっ
ったケースが想定されるのかと言いますと、まずはですね、別名目での違反ということで、申請書類の作成を申請サポート費ですとか、コンサルティング料、事務手数料と称して請求をしているケース結構多いかと思いますが、こういった場合、また内部資料と提出資料の混同ですね。いわゆる支援計画書、雇用契約書を内部的に作成するのは問題ないんですが、当該書類をそのまま入管提出用の公式様式として、顧客に提供して、その報酬を受け取っている場合、また、サービス一式として申請代行を含めてしまう場合ですね、外国人支援、採用支援パッケージですとか、登録支援フルサービスといったサービス一式の名称で生活支援採用代行と一緒に在留資格申請の書類作成や提出代行も行ってしまいますと、行政書士法違反となる可能性があるので注意が必要です。そして最後に注意点とまとめですけれど、登録支援機関として特定技能外国人にできることというのは、主たる業務としては生活支援業務になってきます。定められている義務的支援、そして質問対応、支援計画書の記載された支援業務を実施をするというのが主たる業務になってきます。その上で、付け加えられているのが取り次ぎ業務ということで、取り次ぎ業務というのは原則として、手続きは外国人本人が行うんですが、在留資格認定証明書の交付申請ですとか、変更許可申請など、登録支援機関の職員が代わって申請をすることが認められています。ただしですね、こちらに関しましては、すべての手続きが代わりに行えるというわけではなく、特定一号ですね、として受け入れている外国人、または受け入れ予定の外国人に関する申請であることが原則になってきますので、注意が必要です。こういった形で2026年、2027年法改正が予定されておりますので、そういった中でのコンプライアンスを守るために、強化をするためにですね、書類作成業務の明確な分離を行ってください。また、補助行為が何かということを明確にして、その補助行為の徹底をすること。また、報酬とそれに対応する業務内容を明確化をしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。